視聴者さんの質問コーナーということで、デメリット逆にいいことばっかり聞いてるとあれなんで、なんかそうですね。はい、のりです。動画ご視聴ありがとうございます。今日はもう最初から登場していただいてますけども、以前からですね、リクエストになりました5倍密食のですね、その後を撮影しに武田くんの畑にお邪魔しております。お久しぶりです。はい、おはようございます。おはようございます。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。視聴者さんからもですね、質問コメントですね、いただいてますんで、後ほど回答していただきたいと思います。了解しました。では早速見に行きましょう。はい。5倍密食といえばですね、最初に撮影させてもらったのがこのエリアですね。全部ビオレということで、ビオレです。今これで4年5年目。そうですね。1年目の苗もらったんで、今植えてるのでいくと5年目。1、2、3、4本。ここまでですね。成長のほどはでかいですね。でかい。めっちゃでかいですね。大きいよね。確かに1本の木で2本出して最終的に2本で、4本しか出してないんで、うちのビオレはこの、栽培じゃないんで、ここまで太くないね。まだ太さがすごいよね。今誘引ちょうど進んでる時期なんですけど、もう、誘引のテープ結構きつくて。きつい。どういう意味ですか？普通ドーフィンだとまだ細いし、で硬くないから、その結構テープ止めてても、あと枝もこの結構曲がってるの見えます。結構僕下の方曲げるんですけど、そうだね。昨日誘引してて、ビオレ誘引しようと思ったら1本バキンと折って、硬いの？もう硬くなってきてて曲がらないんですよ。もう木質化してきてるってことですか？完全に早いですね。早い太いんですよ。ちょっと負荷かけれなくて、無理にして曲げると無理にして昨日バッキン1本いったので、やっぱどうしてももう下の方融通効かなくなってきてるんで、このまま誘引するしかない。ちょっと上の方だけ曲げるぐらいしかできなくて、そうだね。これが今年伸ばしたところですね。そうです。もうすでにかなりの太さですよね。こうやって見れば私の親指よりももう太いぐらい。違う、これは着火じゃないな。着火じゃないですね。これは違うね。目だね。着火はちょっとこっちはでも出てる。こっち3個ぐらい。そうですね。後ろにも。なるほど。出てるね。着火新種に早いね。いますね。こっちもついてる。全然いますね。3個ついてる。すごい早い。着火は早いですね。ちなみに武田君のところのは誘引は、うちと違って巻くのじゃなくて、このテープで止めてきているパターンですね。はい。今ちょうど誘引最中なんで。誘引の時期です今。こういう形でテープで貼っていってる。そうです。はい。収量の方はいかがですか？収量は全く問題ないです。問題ないというのはちょっと詳しいね、何トンとかは計量してないんで全然言えないんですけど、ここ収穫マジで2人入らんと終わらないぐらい収量上がってて。じゃあ別にこの密食だからどうこうとかそういうのは全く関係なく、収量は普通通りって言えばいいんですか？そうですね。めちゃめちゃ取れてるっていうわけじゃなくて、ただ取れるまでが早いってだけで。植えてから。そういう意味。いや2年目で収穫できる。そういう意味だね。1枚の畑から5トン6トンとかは無理で。そういう意味ですね。じゃあ単に枝の数が減って、木の数は増えますけども、収量に関してはそれほど、そうですね。いわゆる一文字だろうが、H 型だろうがというのはほぼ関係ない。そこまで。でもビオレに関しては一つがめちゃくちゃでかくなります。実がですか？木が？実が。大型が去年出たのが 80g とか連発してて、結構出てますね。でもうこれビオレですか、黒いちじくですかみたいな、すごい結構問い合わせ来て、問い合わせが来る。100g 超えるとね、さすがに80、100なんかやっぱスーパーさんとかで皆さん買われる時ってやっぱこう 30g、相当小さいですね。そう 40g とかのやつなんで 80g 出すとこれ何ですかみたいな結構聞かれて、そこはちょっと収量アップというかにはちょっとつながってはいるかなっていう。大型化の方が、大型化にはなってますね。変な話、農家とすればね、そうありがたいですよね。ありがたいよね。そう1個のね個数増えるじゃなくて1個が大きい方が単価がね、そこはちょっといいかなっていうの。ビオレの割には木が細いもんね。全然そこなんですよね。意外とドーフィンとかの方が根元はしっかりしてくるかなっていう。
もうこれこれ去年の枝ですけど、そうですね、細いね、元のやつが細い、これがちょっと極端に細い。そうちょっとここ隠れちゃってて、そうですね、ドーフィンがどうしてもここに日陰での中にいたんで、あんま大きくならんくて、そうね、この辺、若干細いでは細いけど、普通、あれだけがちょっと太い。そうあれは、太いって言い方変だけどそういう感じだね。やけに太いかなっていう、そんな感じですね。ではですね、ビオレもそうですが、ドーフィンで5倍密植しているところもあるんですよね。ちょっとそこを行きましょう。でちなみに武田君のところは除草剤が全く使えないという、これ会社の方針ですね。でやられてるので、かなり草が多くなっていや、でも大変だよね。今はここの畑遊園終わったら一回草刈り1回ちょっと入ろうっていうスケジュールなので、そういうことだね。ちょっと今は苦しいですけど、梅雨も入ってくるのでそろそろ刈ろうかなっていう。そうですね、ここからこれビオレですね。ここから、ドーフィン今年で3年目、植えてから3年目3年目です。でも細いけど、やっぱり枝の数が少ない分太いし長い。本当長さはと太さはビオレに負けないぐらいにはなってくるんですよね。60センチぐらいある。ちょっと測ってみてもらえる？結構あるよね。60ぴったんこですね。60センチ。やっぱそうだよね。あれですね。すごいね。でも葉っぱの数はあんまり普通だね。10、5、6、7、8、9、10、11、次12枚目。やっぱりそうだね。うち13とか言ってるけど、そこまで転用は変わらないし、着火の数も4個か5個でしょ。そこまでスピード感的には他の H 型とそこまで大差はないかなっていう。太さと長さだよね。取れますね。でこれが今10本ぐらい並んでたよね。10本ぐらいありますね。遠目で申し訳ないが、こういう感じの80センチ間隔。そうですそうです。でも綺麗にいい感じで、大体というかみんな4本1本で4本出しでやるので、これはちょっと細い。これはまだ年数が浅いのかな。一緒だと思います。一緒ですか。一緒ですね。でも差があるな、だいぶ。十分に大きいですね。どうしてもやっぱ苗の状態でいいやつと悪いやつもいたので、元のそうちょっとした個体差は若干あるので。なるほど。植えた年は全部一緒なんですけど、どうしてもここは完成しますけど、ちょっと完成しきれてない部分もあるので。じゃあここでですね、視聴者さんから来ていた質問についてお答えいただきたいと思います視聴者さんの質問コーナーということで、密植した分ですね、木の本数が増えるのでカミキリムシ被害が多くなるのではないかという質問が来ておりましたが、どうでしょうか。感覚的にしか答えられないと思いますけども、コメントいただいて僕もなるほどって思ったところはあって、まず1個として、ここの畑自体がどうしてもカミキリが少ない畑、もともといない、もともと被害的には少ない畑なので、被害がどうかっていうのはちょっとスタートからだいぶ少ないよっていう、まず1個。これいないわけじゃないですか。いないわけでは、そうです全くいないわけじゃないんですけど、他の管理してる畑よりは被害は圧倒的に少ないですね。木くずも全然あんまり見ないかなっていう。ちなみに5倍密植この畑以外でもやってます。じゃあ5倍密植だからどうこうとかそういうのじゃないよね。やっぱ畑周りの環境、山が近かったりとか、イチジクの畑他にね隣接してますとか、そういうのが結構要因にはなってくるのかなって思うので。うちもね3枚並んでる畑が一番来るんで、やっぱり面積が大きい分飛来する確率が高そう。確かにここの畑は周りイチジク畑、そうね、全部周り田んぼなのでかなり離れてる。そうですなので、山からも距離あるので、そこまでカミキリムシのまず被害は、まず大前提は少ないですね。考えたのは確かに私は一番気になったのは収量だったんですけども、そこはさっき分かったんで、虫それ以外何かあります？例えば消毒するときに薬液の量が多くなるとか、あと日陰がどうしても多くなっちゃうんで色づきが悪いとか、悪いって言い方はよくないな、よくないとか、いいっすね。そういうのありますか？他のメリットはまず芽かきが早い。芽かきが早い、時期が早い。芽かきのその悩む、そういう意味か。速度が速い、やりやすいってことですね。そうですね。作業性的には他の H 型だとその60センチ40センチみたいな感覚なところはあると思うんですけど、そっか、1本しか残さないもんね。そうです1本だけとか、もうその芽かきの速度はやっぱ速くなりますね。悩まなくなる。そうだもんね。いわゆる4本しか出さないんだから。そうですで4本の距離が取れてれば別にいいので、
そういうことか。作業性というか。作業性的にはすごく早いですね。芽かきそういうことバチバチどんどんもう悩まず早いなるほどっていうのはあるが1個で、もう1個が薬液、去年一昨年までその作ってた量、1回の消毒で大体こんだけ使いますっていう、ああ毎年ね大体分かるよね。今年めちゃくちゃ余ったんですよ、その同じデータで作ったら。なんで？それ薬液が量がそこまで必要しない。どういう意味で？枝数は増えてる。枝数は増えてますよ。増えてるっていうか。そうなんです。で僕ちょっと先週ちょうど消毒して、でなんでかなと思ったんですよ。で H 型だとどうしてもかかってるかかってないが見えないんで、奥にかけるのもそうなんですけど、その5倍密植でやっぱかかりやすい、どうしても葉っぱのその重なりがそこまでめちゃくちゃあるわけではないので、他の H 型だとどうしてもかかってるかなってなるとちょっとやっぱしっかりかけないといけないんですけど、まあ余分にって言い方変なんだけど、余分にかかってるかどうかちょっと確認がちょっとさすがに取れないので、これだとまだやりやすくてしっかりかかってるのが確認できる。かけやすいので、なるほどね。絶対かかってるよってこの安心感にはつながるので、薬液の量はだいぶ減りましたね。逆に減らせると。農薬のメーカーさんがよくこう出してるじゃないですか、何リットル巻きましょうみたいな目安、それを全然下回ってくるんですよね。でも被害がそこまで今んとこないので、そうか、まあそれで効果が出てればちょっと経費削減にはつながってるのかなって。消毒今ちょうど6月から7月は一番のね、ここだと消毒ね毎週するような感じなので、お互い思ってるかもしれないけどヘリとかドローンでやりたいよね。いや本当に誰かやってくんねえと思いますもん。ね、機械か頼めるなら誰かやってくんねえと思いますもん。どうしても刃が大きい分擦れたりするから。そうですね、稲とは違ってドローンとかはあんまりっていう話は聞くんだけど、まあ、やってる人も聞いたことがないからね、こっちも本当はね、なんかそういうのができれば時間かからないしね、労力的にも簡単っていうかね、いいんだけどね。一番重労働でネックなんですよね。6月が一番忙しいんだよね。そうなんそうなん収穫以外で。そう消毒と誘引がちょうど重なってくるので一番忙しいんですよね。そうだよね、お互いそうだよね。で草も生えてくるし。そうですで僕草刈りも出てくるし、私のところはねまだね除草剤が効いてる分、一個手間が消えてますけど、手間が消えるんだけども、これを全部またやらないといけないと思った武田君とかちょっと大変だね。まあ結構ハードで。まあ一人でやってるわけじゃないもんね。一人なの？収穫部はアルバイトさん。草刈りもバイトっていうかアルバイトさん入ってるんじゃなかったの？アルバイトさんはその収穫の期間の草刈りだけ。収穫の期間の草刈りなんです。そう今の時期は僕一人で全部4点3単草刈り消毒誘引その他もろもろ全部。雨が降らない限りは誘引してますね。うちももう1日かかるなぐらいですね。デメリット逆にいいことばっかり聞いてるとあれなんで、なんかそうですね。今樹形きれいに完成してますけど、やっぱどうしてもその苗の個体差によって望んだ通りにきれいに枝が出てこないっていうのは全然あるので、それは仕方ないね。そう見てもらうと分かるようにやっぱ綺麗なこの樹形ではないんですよね。これは確かに理想を言ったらもっとここのメインが1本バツンと立って、そっから4本ってイメージだったんですけど、もう最初から根元から4本みたいな感じだね。これね、根元から4本に樹形が望んだ通りにはならないので、なんか H 型で4本しか出てないっていう感じだね。これだとこれ H 型持っていけるじゃんっていう受験にはなってそんな感じだね。でも4本出しには変わりないんで、個体差苗めちゃめちゃいい苗買ってくればそのね、ある程度望んだ形になると思うんですけど、あと片方だけしか出てこないとか、1本だけしか出てこないとかで、その1本から伸ばす、もう1本伸ばすみたいな。棚の上からは理想通りなんですけど、棚の下はそこちょっと望んだ形かっていうのはデメリットかな。まあそこまで関係ないんですけど、あんまり関係ないよね。結局収穫するのは上だから。この棚から上なんで、苗は自分で作ってればね。そうですね。買うとなると大変だけど、そうですね。今1本1000円ぐらいするので、コンビニさんとかホームセンターもまあまあ値段するので、自分で作るんであれば別に何本でも作れる。そうです。何本でも作れるんで、多くなるのは別に問題ないですし、もし被害に遭っても、うちも今年も結構カミキリムシにやられたやつをね抜根したんだけど、こんな細いわけじゃないのでもう抜くのは大変なのよ。これだとそうじゃないじゃん。もしやられてじゃあ差し替えましょうって言った時にそんなに大変じゃないと思う。そうなの。20年とか30年のものいるじゃないですか。でもうこんなでっかいじゃないですか。もう抜けないよ。もうこれどうやって抜くのみたいな。
うちも他のちょっと古い老木の畑あるんですけど、それ今年抜根したんですけど、まあしんどいんですよね。イチジクは朝根とはいえそれだけ太くなるともう掘り起こせないからね。もう根っこが重機ないと。そう、どこまでいますかみたいな。全部の根っこ取ろうと思ったら本当に重機で引っ張るしかないので。無理無理無理。しかも畑の中だったら重機入れない。そうですそうです。背が低いんで。そうそうそう。こう結局棚がそうこれどうしてもあるので重機入れないから。だから結局うちもダメなやつはもう切り株残したまんまで置いてある。まあそしたらたまに出てくるんだけどね。あ、出てきますね。それはそれでいいんだけど。それはそれでまあ更新かければうまくいけばいいんだけどね。そういうのもあるんだけど。デメリットはそれぐらいですかね。いやでも太くて長い、すごく立派。やっぱり本数が少ない分、まあ、栄養がいってるんでしょうね。脇芽もたくさん出てきそう。そういう気もするけど。まあ出ますね。これデメリットかは分かんないですけど、去年が2年目で、2年目でしっかり量は取れたんですけど、ちょっと実が熟すのが遅かったかな。熟すのが遅かった。実は全然着火は問題なかったんですけど、他の苗たちが普通に取れてる間、ここだけはまだ取れないのみたいな、まだ熟さんのっていう。収穫ができないと。そうですそうですでちょっと1週間2週間ぐらい遅れてから実が取れ出し、熟してきたりしっかり取れてるんですけど、ちょっとそこ2年目の苗がね、宿命なのかちょっとまだ若いんかなっていう。若いのはあるかもしれないね。ありますね。そしたら普通に今年は多分ちょっと落ち着いてしっかりした他のイチジクたちと時期合わせて取れてくれたらいいなっていう。いやなんかいつも思うんだけど、イチジクって一斉に実るじゃない。そうですね。1日取って次の日また同じぐらい実るじゃない。はい、逆になんか実りを遅らせる方法がないかなっていつも思う。確かに去年は若干助かりましたすんごい山があったわけじゃなくて、ある程度の高水準のところでピークキープしてたので、去年乱高下めちゃめちゃあったわけじゃなくて、いやどうしてもピークの時はめちゃくちゃなるけど、ピークはもう目が血眼もう表現が分かんないですね。で結局後半になると実らないし、そう急にシュンってなるからなる時はものすごいなるから、もう収穫してだけども確かに嬉しくないわけじゃない。こんだけ全部出せればお金も助かるんだけど、そうですそうです。まあその代わりこれ全部取らないといけない、取った後の選別しないといけないのかというと、もうそこで逆に恐怖が出る。これだけ全部やらないと今日終わらないのかっていうのがね、どうしてもあるからね。どうしてもありますね。逆にこの平滑化できるようなうまい方法があれば、ね、遅らせれればね一番。まあ言ってみればS レール使ってる？使ってます。逆 S レール欲しいな。ちょっと気持ちを遅らせたい。なんかメーカーさん作ってくんないかな、そういうのここの動画見てあったらいいですよね。コントロールできるから。そうそうです。こんなにいっぱい大変じゃんっていう風になるから、お客さんが求める時期とのこのズレが、そうだね、やっぱ欲しいよ大量に欲しいよっていう時期に、いやごめんちょっと今ない時期なんだよってなっちゃうのでまあなんか人間のエゴだけど、雨が降らないと雨ないねで、そう降ったらいやなんかいいや、もういらんわ、でも疫病とか出るわとかなっちゃうんですけど、なんかもうあったら嬉しいですねわがままなんだけど、ね、なんか平均的に、ね、なれば一番いいよね。量多くなるとその選別の時間もかかりますし、出荷選別がすんごい大変なので、ちょっとコンパクトにいってくれたらいいよね。理想ですよね。平滑化できれば一番いい。ね、お客さんとかに対しても1日こんぐらい取れてますっていうこの波がないから、ね、市場での価格も安定する。そうたくさん取れれば安くなるし、今週は安くて来週高くてっていうこの波がなくなるので、ある程度平均的な価格でいってくれたら、それはありますね。いいよね。やっぱり思うことは同じだね本当に思いますね。もう多分全国のイチジク農家の人みんな思ってんじゃないかな。思ってます。新規開拓の人とかには5倍密植したら2年目ですぐいいの取れてきますよっていう案内ができるんですけど、今うちらの部会も密植は推奨されてきてる。あ、そうなんですか。ここ数年、5年くらいか、カミキリムシが多分温暖化の影響だと思うんですけど、前までうちもそんなにいなかったんだよ。これよく動画にも言ってるんだけども、ここ 4,5 年の間にもうすんごい見るような形になって被害が増えてきてるのよ。そしたらやっぱり木がダメになるので、今みたいに抜根して抜くのよ。そして今まで通り植えると癒地になって木が育たなくてなかなかね、で実もなかなか実るのに時間がかかる。実るっていうか収穫できるまでが、そうですね。そしたら日食で植えて、こういう細くてもいいので本数出しを減らして収穫を今までのように回復させるっていうことで、
密植が今推奨されてんのよ。まあイヤチがなければそうでもないと思うんだけど。イヤチはそうですね。ごめんなさい。最後に1個メリットが、これちょっと僕確実な答えを持ってるわけじゃないんですけど、まあ農林事務所の方、ちょっとこう視察新規首脳の方が畑見せてください。ちょっと5倍密植去年のだね。そうそう去年ので、でイヤチのこと聞かれたんですよ。と5倍密植にしたら。イヤチなんでこんなにイヤチが出ないんですかってすごい聞かれたんですよ。これ出てないの？出てるんじゃなくて。で僕正直イヤチってどういうことですかみたいな。そしたらその生育が悪くて、そのやっぱ収量が上がらないですって。でもここってその何年も植えられてますよね。これってイヤチ回避できてるんじゃないですかみたいな。逆に僕投げかけられて。これはどうなんでも細いもんねでも。それって5倍密植のその影響なんじゃないですかねみたいなのはちょっと農林の方からその人がいわゆる密植を推奨してるってことは多分ここの状態を見て言ってきてるのかもしれない。でその5倍密植最初の兵庫県かどっかのだよね、そう資料に一応イヤチを回避できるっていうのを書いてあったので、そうだよね。5倍密植もそのイヤチ解消に一つ役立ってるのでは。私もそれは思います。なんでまあ、密植を推奨してる。苗木は増えるけど、まあそれはさっきの自分たちは自分で自家栽培できるから全然問題ないんで。で今のやられてももし、ね、差し替えも早いしそうですね、すぐ2年目3年目で収穫できるからっていうことで、まあ、推奨してきてるんだと思いますね。農家さん話聞いてるとやっぱみんなその更新が面倒くさいって言いますよね。大変っていうか、まあ、伸びないのよ。だから最初のはいいのよ。だから前でもしやり直そうと思ったら例えばねこの畑を全部やめて別のところで新しくしてここはもうしばらく植えないようにして寝かせてって。そうじゃないとイヤチでも全然木が育たないからというふうにやってたんだけど、この方法が取れればそういうこと考えなくても、まあ、同じ畑でずっとやり続けることができるかもしれないね。そうですそうです。生育もそこまで悪いっていうわけではないので、はい、じゃあすみません結構長いこと聞きましたけどありがとうございます。この動画でもねまたコメントあればいいと思います。ご質問あれば書いてください。武田君に私振るんで書いて答えてもらうようにします。それまたなんか回答動画でもコメント動画でも5倍密植ですね、はい、撮影終わりました。20分ぐらい喋ったね。ちょっとやっぱその僕も5倍密植に対してのそのフィードバックができてなかったので、逆に今回撮影で思ってることも言えたし、4年前に撮って、で翌年にその後を撮って、去年は撮影はしてない。そうなんです。その1年間の間に今年は5倍密植の動画って上がるんですかっていうまあリクエストが来るのよっていうのがあったんで、ちょっと気になってるんだなと。いますね。ただ自分の畑じゃないんで堂々と撮るわけにもいかないからまあまあ別にフランクな中だから全然いいですけど、撮ってもいいのかもしれないけど、全然撮っていいですよ、ね、せっかくだからね出てもらうっていうのがあるので実現してお送りすることができました。聞いてて面白いし自分で言ってて面白いし、僕もその視聴者さん、僕が持ってない視点の結構質問をみたいなとこは僕もちょっと新鮮なおってなるので私たちが思うような視点とやっぱちょっと違うところはちょっと違う視点もちょっと欲しいなと思っちゃいました。若干欲しがっちゃいました。欲しがっちゃってね。ちょっと欲しがっちゃいました。まあまたね何かあればね出てもらうということで。わかりました。一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。またですねこの動画が良かったらぜひチャンネル登録、グッドボタンですねよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いいたしましょう。